マイクチェックだけしてもらえる？チェックチェック。ワン、ツー、ワン、ツー。マイクチェック。マイクチェック。聞こえますか？大丈夫みたいですね。こんばんは。一人でいる夜にトークアットナイト踊る夏子です。タップダンサーで振付家です。あと NPO 法人足音でつながろうプロジェクトの代表をしております。ということで、まずじゃあ足音でシュッ見ようかな。はい。ここになんかビョンくんが寝てるの見えますかね。にゃーん。にゃんこも寝ております。はい。ということで、それでは始めたいと思います。この番組はですね、コロナで夜飲みに行くこともできないし、みんなでご飯を食べながらベラベラ喋ることもできないしということで、もうとっても寂しかった4月に YouTube に向かって喋ろうと思って始めた企画です。バーに行って話を聞いてもらうように YouTube に来て、今週あったことや、なんかそんなことをお話ししております。はい、ということでね、ちょっとカメラを上げようかな。ですね、今日はですね、私日本の神奈川県横浜市に住んでいるんですけれども、横浜のカートという劇場でイスラエルガルバンというフラメンコの公演がありましたので、そこに行ってきたんですね。で、私たちの仲間のメッセンジャーの何人かもお母さんと一緒に見に来て、メッセンジャーというのは普段福祉施設に、就労支援施設なんかで働いている若者で、私たちと一緒にタップダンスをやっていて、今案内人としていろいろなイベントの、大変重要なキャストとして活躍している人たちなんですが、彼らと一緒にイスラエルガルバを見に行ったんですよ。で、私たちの仲間に遠藤恵子さんというフラメンコダンサーがね、いまして、彼女は経営者でもあるので、私たちの NPO 法人足音でつながるプロジェクトの会計責任者をね、やってくれてるんですけど、素晴らしいフラメンコダンサーなんですよ。私何度も共演させてもらってるんですけど、で、彼女と一緒に、彼女の解説付きで見ようという感じで一緒に行きました。なのでね、こう見終わった後にみんなでフラメンコの絵の質問だったり、フラメンコでこれは普通なの？いや、イスラエルガルバンだからあの人特別ですよみたいな、ちょっとね質問もできたし、あとは演目が春の祭典なんですよ。で、ストラヴィンスキーの春の祭典といえば、バレエリュスのニジンスキーが初演した時にもうひどく観客に嫌われた作品なんですよね。で、なんかいろいろ物とか投げられたらしいんですよ。昔は舞台公演でこうお客さんが気に入らなかった時に、でお客さんが怒ってブーイングの嵐でなんか物とか投げられたっていうのを読んだことがありまして、音楽もね、口で歌えないような、なんか口ずさめないような音楽ですよね。チャッチャチャッチャみたいな春の祭典歌えないですし、それにこうバレエだと思って見に来た人が怒ったっていうのはね、想像できるなと思うんですけど、で私はその春の祭典について結構どういうストーリーかとか、知っていたので、それをフラメンコでどういう風にね表現するのかなっていうのをとても興味あったので、私は大変面白く見ました。まだねこれから愛知公演があるようなので、ネタバレになってしまうので多くはね語れませんけれども、
そしてそのメッセンジャーのね、人たちと帰りにそんな話をして、あれがすごかったねとか、こうだねっていうのをね、話してね、面白かったですね。うん。で、やはりフラメンコのエコさん、遠藤エコさんから見ているものと私が見ているものはやはり全然違くてですね、そのあたりも面白かったですね。だからフラメンコもバレエリュスもどちらも知らない方が見たらどう見えるのかなっていうのはわからないんですけれども、まあでもそのメッセンジャーとお母さんたちの反応っていうのもまた違う反応がそれぞれにねありまして面白かったな。で何にせよね、このようにあの劇場に人が戻ってきたっていうのが私は嬉しいなって思いました。あ、メッセージくれて Good evening Thank you、劇場にね人が戻ってきてっていうのがとても嬉しいです。最近割とお芝居ねたくさんやってるので結構見に行ってます。野田マップのフェイクスピアも見に行きましたし、そのちょっと前静岡のアンティゴネも見に行きましたし、ただね今その練習とか皆さんねマスクして走ったりとか歌ったりとか踊ったりとかできないですよ。苦しいんですよ。でもね、まあしょうがないから多分それで稽古してると思うんですけど、皆さんね、それはちょっと無理な話だなって思ってます。でもしてますよ。してますけど、いやなかなかね、普通にお仕事されてたって息苦しいと思いますけど、踊ったり歌ったり走ったり飛んだり跳ねたりはマスクしてたらね、ちょっと無理ですよ。全力は発揮できないんですよね。だから練習がきついだろうなって思っていろいろな公演を見ています。あとはその時々のどういう宣言が出るかによって販売枚数が半分になってしまったりね、なかなかちょっとそんなことを、あと中止になっちゃったりっていうことを想定しながら進めるっていうのは大変だろうなって思っています。なので私にできることとしては興味があるものは見に行くっていうスタンスですね、今はね。うん、なんか見る楽しみっていうのはなくしたくないし、今日のメッセンジャーのねみんなもなかなかそんな劇場に何かを見に行くっていうことがないって言ってました。だから一緒に行こうって誘ってこう一緒に感激するって後でここはこうだったねって感想をね語り合うっていうのはとてもいい時間だなと思います。今ほら劇場公演見に行っても終演後に役者さんたちとお話ししたりできないようになっちゃったんですね。ロビーにたまらないでくださいとか、まあ、バラバラに退場してくださいとかなっているから、まあ、私たち仲間で行ったから仲間で終わった後に話すことができましたけど、これこうだったよねって終演後に話したりするっていうのもセットで、途中でねロビーで、まあ、ワインとか飲んだり、そういうの全部セットで感激だと思うんですよ。いやこれはそういうふうにあなたは見たんだ、私はこう見えたなって、もう今日のは幕間がなかったですけど幕間の休憩で話したり、うん、なんかそういうことができないっていうのはとても残念ですよね。うん、まあとにかく今日はね楽しかったです。はい、はい、そしてですね、あともう一つ、実は今週からまだ1週間しか経ってないのか、ちょうど今週の月曜日から私アーティスト・イン・レジデンスといって、滞在型の創作活動をしています。バンクアートステーションといって、新高島駅って横浜駅からも歩けるんですが、みなとみらい線で一駅行ったところの本当に駅の上にある
地下2階が駅で、地下1階がバンクアートステーションっていう、そこの拠点になってるんですけれども、そこに2ヶ月入居して創作活動を今しています。いやもうね、私1年間この部屋にいたんですよ。この部屋から発信したし、この部屋で稽古していたし、基本的に振り付けの仕事とかもあって行きましたけれども、基本的にここの部屋からね発信してて、一人ぼっちでいたんですけど、今ものすごい広いスペースに20人ぐらいのアーティストが入ってるんですが、それぞれ15平米から20平米の自分の場所というのを与えられて、そこを割り当てられたところで創作活動をしてるんですけど、他には絵を描いてる方が多いですかね。あと映像を作られたり、皆さんいろいろな作業をされてて、私はちょっとタップダンスの音が出るので、そこの自分の場所以外に倉庫にの場所をちょっといただいていて、でほとんど倉庫にいるんですけど、倉庫でなんていうか音をねガンガン出しているので、皆さんにとってはねご迷惑かなとも思うんですが、足を鳴らしながら考えているのでね、はい、そこにいます。で、何をしているかというと、体の作り直しですね。やっぱりこの狭い空間でできることは限られていて、広くないとできないことってあるんですね。足を振り回したり、何を振り回したり、体をぶん投げたりっていうことはここではできないので、そういう面でもいろいろ身体機能も落ちていましたし、なので結構スパルタなメニューを組んでいて、11時から1時まで、2時間ぐらいは体の基礎練ですね。バレエのレッスンを自主練したり、筋トレをしたりとか、あと即興で本当に動いたり踊ったり、そこはタップじゃないいろいろな体のことをやってます。で、ちょっと休憩して、その後2時間ぐらい、1時から3時ぐらいはタップの基礎練をしています。で、なぜそこに入居したかっていうと、もちろん広い場所で踊りたかったっていうのもあるし、人の目があるところで人に会ってこんにちはとか、他の人何してんのかなって思って、他人のエキスを吸いながら創作活動をするというのも目的の一つでしたし、あともう一つね、巨大な一枚板をね購入したいなって考えてたんです。だけどこの部屋に入らないんですよ。で、この部屋一応防音になってて、心置きなく練習ができるようになってるんですけど、その板を買ってもこの部屋には入らないから、そうすると、台所の廊下に置くぐらいしかできなくて、そうするとあんまり練習できないですよね。で、迷ってたんですけど、そこの、レジデンスアーティストとして入居を認められたので、もうすぐに注文をして、入居した次の日にはもうその板が届いて、また運送屋さんもね、面白い方だったんですよ。すごくこういう活動がこんな地下ですぐ自分の知ってる足元でこんなことが行われていたとはって言って喜んでくださって、なんか今度見に来ますねって言ってくださったので、そんなことで板も運ばれてきて、なので私、今週ね、ほとんど朝11時から夜の10時ぐらいまでそこにいて、なんか夜にクラスがあったり、そういう時だけ帰ってきてますけど、ちゃんと。ほとんど11時から10時までそこにいて、まあ、何やってるんですかね、なんかずっと踊ってると思います。で、本当はパソコンでやらなきゃいけないことが、結構あるはずなんですけれども、ちょっとなんかあんまりパソコン作業ができてなくて、いや、多分ずっと踊ってるんですね。で、なんかちょっとやんなきゃいけないことが溜まってきてるので、どこかで踊らない時間を作らなくちゃいけないなって少し思っているところです。
で不思議なことでね、これ踊れば踊るほど疲れるんじゃなくて元気になっていくんですよ、私。どっかやっぱりネジがなんか外れてるんですかね。だからもうめちゃくちゃ元気です今。で時々ね、疲れたなって思う時もあるんですけど、足が痛いなとか、なんかでもそうするとなんかどーって足の方にあったかいなんかが流れていって大丈夫になるんですよ。これ何が流れてんですかね。でさっきちょっと疲れたなと思ってた足がまた大丈夫になっていて、なんか延々踊れるんですよね。不思議ですね。でその一枚板は新潟から来たんですけど、これもまたちょっとね、その材木屋さんとのね、いきさつというかいろいろがありまして、それはよかったらYouTube に動画として上がっている新潟踊るアートトリップファイナルっていうのをね、ぜひ見ていただきたいです。私が新潟に行って、そこの材木屋さんの木材倉庫でなんか得た出会いというか、もう奇跡の瞬間みたいなことがたまたま本当に映像ディレクターも一緒に行っていて記録されて映像作品として残っているという。でそれが今のこの私の毎日のなんか一枚板を踏むという毎日のきっかけになってるんですけれども、これはね、この後どんどん膨らんでいくことなんですよ。今壮大な計画がもうね、あの始まっていて、これすごく言いたいんですけど、まだね告知段階でないと思うのでね、お楽しみにとしか言えません。で私は、そのためにめちゃめちゃ今体作りをし、基礎練をし、なんか日々タップダンスの表現の研究というか練習というかをしています。早くね、なんかこれ見てとか告知したい感じですけどね。ベラベラ喋ったんで、ちょっと一瞬踊りましょう。なんかね、もういっぱい散々踊ってきたので、足にやる気がなかったかもしれません。はい、というわけで、もうガーッと喋りましたけど、まだ大丈夫だ。まだ時間はありますね。で、今週は全然私、本を読んだりしてないんですけど、文字すら読んでないような気が。いや、メールを何本か読みました。そんぐらいですね。で、さっきストラビンスキーの春の祭典の話しましたけれども、タップダンスって、そもそもはアメリカでね、黒人奴隷としてアメリカに連れてこられたアフリカンアメリカンの人たちが、明日はきっといいことがあるさって言ってリズムをね、太鼓とかも奪われちゃった中でリズムを足で奏でたっていうのが始まりなんですけれども、その後でミュージカルにね発展していて、ジャズの発展とともにアステア、ジンケリー、あの辺の MGM ミュージカルでバーッとタップダンスが華やかに成長してというか、でも脈々とそのアフリカンアメリカンのブラックコミュニティでもタップダンスはずっとその人らしくあるっていうことのやり取りをね続けてきたんですよ。ショーで見せるという方向だけじゃなくて、お互いを確認し合うというか、そういうふうに続けられてきたと思うんですけど、そういう背景があるけれども、私は日本人として生まれて、で初めバレエとかやってましたけれども、その舞踊表現としてタップに出会ったわけですよね。で私はこの足音で何がしたいのかなとか、
考えながらで、自分のルーツはアフリカンアメリカンじゃないし、ブラックコミュニティでもない私がこの足音を使って何を表現したいのかなとか、どういう人々との関わりを作りたいのかなっていうことをずっと考えながらやってきたわけですけれども、その中でね、本当にダンス表現として面白いツールだなって思ってます。音楽でもあるし、感情表現としてのセリフみたいなこともあるし、あとは構造的な美しさ、リズムというものは構造的な美しさも作れるし、いろいろな面白さがあるんですけど、それで今日ね、ストラヴィンスキーの曲、また久しぶりに聴いて、私結構クラシック曲に振り付けをたくさんしてきたんですよ、これまでに。で、そのきっかけ、一番最初にクラシック曲に振り付けたのはね、何かっていうとね、本探してたら本なかったんですけど、楽譜が出てきて、これですね。これ何年ぐらいにやったんだっけな。単語組曲、アストルピアソラ。はい。これはね、マリンバのデュオの方と、正木佳代子さんと、ね、やったやつなんですよ。で、この頃私、多分2007年とか、だからもう13年ぐらい前かな。全然楽譜が読めなくて、ただリズム譜は読めるんですよ。縦のリズムはタカタカタンタンタカタカタンタンって読めるんですけど、この横の線がドレミファソラシドって全部数えないと読めなくて、もうだから私にあんまり楽譜は意味がないんですが、これがね、何が大変だったって3楽章あったんですよ。で、3楽章ともね、やったんですね。で、3楽章のうち2楽章には確か出番がなかったんですけど、1楽章と3楽章にタップの出番があったんです。しかも、ピアソラの音楽は打楽器パートがちゃんと楽譜になっていて、これね、嫌なんですよ。ほら、なんかこう、ピンクでなんか書いてありますけど、なんかこんな長い楽譜の、このなんかこうピンクになってるとこが私の出番なんですよね。ところどころ。ところどころ。はい。で、なんかこの時に思ったのは、これ結局ね、ダンサーっていうのは音楽は全部覚えるんです。で、私、はじめバレエからやっているので、音楽っていうのは全部覚えるもんなんですよ。で、その覚えた音楽、バレエの場合はかかった音楽で踊るっていう感じでしたけど、タップの場合は音楽のパートとして入るので、自分が鳴らして音楽を進めるっていう覚え方をしないといけないわけです。っていうことは、全部のパートを、音程が多少ちゃんとできなかったとしても、全部のパートを頭の中で歌えるぐらい覚えてないと、で口ずさんでちゃんと進行できないと、自分のタップを入れて曲を進めるっていうことができないわけですよ。CD で踊るわけじゃないので、生のマリンバ2台とのデュオだったので、楽譜は読めないにしても、ずっと小節数、ビートを数えながら曲全体を覚えて、自分がここに入るっていうところにちゃんと入るために、これを見ながら、ずっと数えながら曲を覚えてやったんですね。
ね、これ山岳賞だけでこんなにあって、こんなにあって、ね、なんかもうバラバラになってますけど、一楽章もいっぱいあって、よくね、楽譜も読めないでこんなのね、やったなと思うんですけど、多分これがクラシック曲に振り付けた初めてでした。もともとクラシックといってもセミクラシックっていうのかな、ピアソラはちょっとね単語でもあるのでクラシックって言わない人もいるかもしれないですけど、でもまあクラシックのマリンバの方々と一緒にやったのでクラシックだったんですね。でまあその後も結構いろいろやりましたけれども、自分のために振り付けたものとしてはラベルの道化師の朝の歌、道化師の朝の歌、あとはストラビンスキーだったらストラビンスキーの単語っていうのがあって、それはね鶴木正樹さんっていうピアニストの方とご一緒した時にやりましたね。かっこいい曲なんですけど、で他にもね結構いろいろあるんですけど、あとはカウンターテナーのシャンソン歌手千鳥すぐるさんっていう方とねご一緒してた時がかなりありました。あれ2014年15年ぐらいかな。たくさんやった中でこの「Music for a While」とかね、これほんと美しい曲なんですけど、割とそのバロックの曲をたくさんやったんですね。バロック時代の音楽ってなんか面白いんですよね。美しくって、あと結局その時の音楽がどうだったかとか楽器も変わってるから、ある意味自由度が高いっていうか、そうなのかなって思いました。でなんかこうあんまりね今楽譜も見当たんなくて、最近作ったクラシックの曲の楽譜見当たんなかったんですけど、なんかちょっと今名前思い出せなくなっちゃった。なんか随分いろいろな曲やったんだよな。オペラの前のなんか前なんかちょっと質問が来たので読みますね。If I ask what the blind dot green up shoes you wear。 このね靴の中の名前が見たいって言われたんですけど、靴の中にね名前とかないんですよね。タップシューズをねカメラのそばにやってって、みんなこれが見たいの？これが見たいの？タップシューズが見たいの。で中はねこうビリビリになってるから名前とかないです。でもカペジオのシューズです。ね、みんな靴が見たいんですね。はい。ね、中はビリビリですよ。ビリビリ。私はこの中身ね、全部剥がしちゃうんです。どの靴も中身剥がしちゃうんです。私はその方が音の抜けがいいと思ってるからです。本当はここにクッションが入っていて、足に負担がないようになってるんですけど、私は全部、どの靴もこれはビリビリに剥がしてしまいます。はい。なんかちょっと足しびれちゃったので脱ぎますね、今日ね。はい、もうそろそろね、時間なので、まあちょっと今までやってきたことじゃなくてね、今後やりたいことっていうのをね、言おうと思っているんですけど、今ね、新しいユニットのね、準備をしていて、それはもうタップ表現の私がこうしたいと思ってきたことがちゃんと伝わる形になっていなかったという反省とともに、きちんと伝わる形でそれがねできると思います。とてもね演劇的だと思うし、私はタップダンスっていうのは演劇的だと思うし、
単純に技術的なスキルを競うようなものとは思っていないし、例えばこう踊る夏子を見てっていうようなことをしたいわけじゃないんですよ。先週もね言いましたけど、こうみんなこの体の部分を踊る夏子っていう風に認識してるかもしれないけれども、多分踊っている作品を見てくださった方っていうのはその時そう思って見てたとしても、後からね思い出した時にそうじゃなかったって結構ね思うみたいなんですよ。やっぱりもうちょっと広々とした何かっていうのを踊っている時にあの作りたいし、それを共有したいなって思って、踊っています。というのをねギュッと凝縮したようなことを今やっていますので早くねご案内したいですけど、どうぞお楽しみになさってください。はい、ちょっと最後に質問を読みましょうね。シューズ見たでしょ？で、I mean, can you show up there on your... ああ、なんかね、履いてね、大きくして見せてっていうことだったみたいだからね、一回ね、この靴をこれを見るんじゃなくて、踊ってねってことだと思うんで、踊りましょうね、最後にね。よいしょ。はい、ということで、その告知がねできるのを楽しみにしていてください。今私はめちゃめちゃ体作りしてますので、お楽しみにとしか言えないね。じゃあね、これをちょっと下に置こうかな。アップで踊ってねってことだよね。はい。なんかあれですね、ちょっと変なリズムになっちゃったけど、またたくさん動画をアップしていますので、そちらご覧ください。そしてチャンネル登録してくださいね。よろしくお願いします。あとメッセンジャーたちの足音でつながろうプロジェクトの方も、先々週はタップシューズを買いに行った動画とか上がってますので、ぜひご覧になっていいねボタンやチャンネル登録をしてください。はい、ということでベラベラ喋りました。ちょっと時間過ぎちゃいましたね。はい、今日はここでおしまいにします。Thank you for watching. Good evening, a good night. Bye bye. ありがとうございました。明日バイバイする。バイバイ。